猫のお散歩。今回は京都の白峰神宮、こちらの神社、境内の摂社自主社に毬の守護神聖大明神をお祭りしているとのことで、サッカーをはじめとして各種球技のスポーツの公式球が奉納されています。で、こちらの神社の場所は蹴鞠和歌の宗家である公暁飛鳥井家の邸内跡で、代々守護神として聖大明神を邸内にお祭りしてきたようです。という流れで、こちらの神社が受け継いでお祭りしているということで、蹴鞠からのつながりで日本サッカー協会をはじめ、野球やバスケ、バレーボールといった球技や新体操など必勝を祈願するチームや上達を祈願する方々が参拝に訪れるということのようです。さすが毬の神様。ゆえにこちらの神社、奉納行事として蹴鞠が行われます。ちなみに現在は球技に限らずスポーツ全般の守護神として解釈されており、芸能にもご神徳があるようです。聖大明神をお参りしてから、境内の蹴鞠の日にあるなで鞠を一回ししたら金運が授かれるということのようで、スポーツマンならぜひともお参りしたいところです。回す時には指を詰めないように気をつけてくださいね。そしてその聖大明神という聞き慣れない神様、別の神社ではありますが、その聖大明神を祀る神社、滋賀県の大津市の平野神社の社殿によると、飛鳥井家の祖先である藤原成道が1000日間の間休まず蹴鞠をする千日行を行い、まさにその最終日の朝に現れた猿の姿をした神霊で、その加護により見事成し遂げたということのようです。平野神社では聖大明神は猿田彦の命と定義されているようですね。また成道教九伝日記によれば、千日行を達成した夜にそのお祝いに現れたようで、顔は人間、手足体は猿のわらし3人が現れたということのようです。少し話が食い違いますが、どちらもとても不思議なお話ですね。そしてこの神社の歴史は幕末に遡ります。第121代孝明天皇は悲運の運命をたどられた第75代崇徳天皇の御霊を鎮め、かつ未曾有の国難にご加護を授かるため、四国佐野木にある崇徳天皇の御陵白峰の御捧白峰御陵から京都にお迎えして祀ろうとされましたが、願い叶わぬまま崩御されたとのこと。その後そのご子息明治天皇が父のご意志を継承し、慶応4年明治元年9月6日、社殿を新造崩芸鎮座されました。続いて明治6年に第47代順仁天皇、こちらも廃位され淡路島に流されておられるんですが、ご神霊を淡路島南端の御陵から移してご閉神になりましたということで、本殿で祀られている主催神は崇徳天皇と順仁天皇ということになりますね。その後昭和15年に社格が寛平大社に昇格し、白峰神宮となったようです。寛平社とは国が管理する神社で、特に朝廷や天皇にゆかりのある神社、国から奉幣を受ける神社ということで、簡単に言うと国家が貢ぎ物などを捧げる神社ということっぽい。戦後は神社が国の管轄ではなくなり、宗教法人である神社本庁の別表神社となっています。別表神社とは神社本庁が包括している一部の神社という位置づけ。神事など神社本庁が関わっている神社のようです。そして神社の名前は崇徳天皇の御陵がある讃岐の白峰山からということですね。崇徳天皇は日本三大怨霊の一人で、京都では最強の縁切り神社で知られる安井金毘羅宮でも祀られています。手水社は飛鳥井という井戸で、平安の昔から有名なようです。清少納言が枕草子で取り上げて紹介している名水ですが、そのまま飲むのはおすすめしないようです。一度沸騰させましょう。献茶祭ではこちらの水でお茶を立てられているみたいですよ。また境内の摂社友の社には弓の名人源為義公と鎮西八郎為朝公親子が祀られています。保元の乱で崇徳上皇側についた武士のようですね。
そして龍神様を祀る千龍社があります。とりあえず撫でましょう。こちらにある千龍井という井戸、飛鳥井からほんの50メートルほどしか離れていませんが、深さが違い全く違った水脈源になり、水温も違うようです。そしてマリにはマリ場と呼ばれる蹴鞠が行われる場所があります。ではお参りしましょう。おや、鈴はマリの鈴ですね。両手で抱えて鳴らします。こちらいろんなボールが奉納されています。選手、チーム、漫画家さんなど様々です。で、おみくじもマリの形です。かわいいですね。ではご神運を授かります。てってれー。ということで今回はこれまで。次回もまた見てくださいね。